でお湯をかけていくんですが、お湯の温度によっても結構味が変わっていきます。で先ほど温めた茶筅に立てていきます。クリーミーですね。ちょっとフルーツっぽい香りもして、でもグリーンな印象があるんで、グリーンフレーバーとか、ちょっとハーブっぽいような香りとかもあって複雑性があるんですよね。しっかりテクスチャーがいいんですよね。すごくこの舌触りっていうか、口に含んだ時の滑らかさですかね。はい、ではここから田辺さんに私たち全球抹茶の抹茶の商品を味わっていただきたいなと思います。テイスティングのコーナーになります。まず最初にですね、我々の一番シグネチャーと思っているシグネチャーブレンドという商品、こちらを召し上がっていただきたいなというふうに思います。こちらは京都の宇治産です。でもちろん一番茶石臼引きで日本トップクラスの茶師の方にブレンドをいただいている、そういったうちを代表するブレンドの商品になります。ではですね、せっかくなんで、こちらの道具とかを使いながら立てていって立てたてを召し上がっていただきたいなというふうに思っています。全球抹茶ではすごく立てる所作を大事にしてまして、最初に深呼吸していただくことをお勧めしてます。忙しいと思うんですけど、ちょっと落ち着けて、本当に1分でもいいんで朝の時間少し落ち着く深呼吸をしていきたいと思います。最初に道具を準備していきます。こちら茶筅というですね、竹を手で裂いて作った伝統工芸品になります。こちらと器を準備していくにあたってお湯をかけて、器を温めるのと茶筅の穂先をほぐしていく意味でお湯をかけていきます。穂先をちょっとチェックして、取ります。でお湯がかかって温まったお茶碗に抹茶を入れていきたいと思います。大体抹茶の量が 2g ぐらいですね。でお湯をかけていくんですが、お湯の温度によっても結構味が変わっていきます。今80度っていうだいたい標準的なところで注いでいきます。70ml ぐらいが目安です。で先ほど温めた茶筅で立てていきます。はい、完成です。では田辺さん、ぜひ召し上がってください。クリーミーですね。なんか外観も。はい。なんかあるんですか、ああいうこのなんていうんですか、回数っていうか。回数はないんですけど、最初早くすることでなるべく空気を入れて、最初に泡の原型を作っていく。であとはだんだんゆっくり、あと最初は底の方までいってやってるんですけど、最後は表面だけやって泡を細かくきめ細かくしていくっていう風にして。やっぱ縦なんですね。そうですね、はい、縦にしていくのがいいかなと。こういう風にしない。やっぱりより空気を含ませてフォームを滑らかにしていくっていうところ意図があります。すごいですこれ。フォームがすごいですね。ありがとうございます。はい、見た目も本当クリーミーで、グリーンが綺麗に、なんて言うんでしょう、グラデーションっていうのかな、なんか色がクリーンになっていきながら、ワインだとこの縁の色とかをよく見ていくんで、僕もなんかコメントでエッジの色とか言ったんですけど、
なんかいいですね。なんか目が細かいっていうかきめ細かくて、これじゃあいただきます。どうぞ。はい。香りがねもう出てきてるというか上に上がってくるような感じがして、華やかさと清涼感と若干こう深いっていうんですかね、深みのあるような、いろんな香りが出てきていて、ボールが大きいのがいいなって先ほどちょっとお話ししたんですけど思っていて、やっぱこうやってゆっくり香り取った方がいいんですか最初は。どうなんでしょう。そうですね。なんか茶道の時とかって意外といきなりいっちゃうんですか。そういう風にはもうちょっとこう回すのとかあるじゃないですか。正面を外してもうすぐ召し上がるっていうのが多いんですけど、僕なんかワインとかワイン流にやっていただく方がなんかじっくり見ちゃうんですよね。見てで香りも味なんで、やっぱ香りでまずこういろいろ取って、なかなか飲まないんですよね。テイスティングの時ってでもそれぐらいやっぱ香り見た目を結構そうですね。見られる。例えば、飲む時もそうだし、でも普通に飲む時はもちろん一回飲み出すとずっと飲んじゃうんですけど、これすごい熱かったりしないんですか。でも何度とかあるんですか。今は80度で入れて、だいたい入れると10度ぐらい下がるんで、今70度ぐらいになってると思います。なので猫舌なんですけど大丈夫ですか。大丈夫だと思います。100度とか熱湯を注ぐと結構熱いんですけど、そうかそうですよね。で味も変わるってさっき申し上げたのは、やっぱ熱ければ熱いほど香りは立つけど苦味もちょっと出やすかったりするんですね。逆に低い温度で入れると香りの立ち方はちょっと弱くなったりするんですけど、旨味がすごくよく出るような形になりますっていう違いで、80度はちょうどいいぐらいですね。その中間バランスの取れた味わいになります。ワインだと温度下げると苦くなるんで、渋みが出るんですよ。早く飲んだ方がいいですか。ゆっくりで大丈夫です。でもこういうもんですかね。どれぐらいで飲むんですか。時間とかってあるんですか。実際は、この薄茶っていう今本当にオーソドックスなパウダーをお湯入れて溶くっていう、それだけなんですけど、その場合は、早い方が実は良かったり、だんだんやっぱりお湯を入れてから少しずつ変化が始まっていくので、あと時間置きすぎると沈殿しちゃったりするんで、確かにそうですよね。そこはちょっとじゃあそういう意味でワインと違いますね。いきなり飲まない感じもするし、もちろんそこまで考えてね飲んでる人ばっかりじゃないんでしょうけど、ワインっていろんな香りして本当にこう回すイメージが勝手にあるんですけど、あれは回しますね。やっぱ香りが出るんですよね。ちょっと立ち上がるんで、回しすぎも良くないんですけどね。僕なんかめっちゃ回しててなんか話しかけられたりして、お店の人にこの話してる前に早く飲まないそうですね。いやなんかフルーツのコメントもしたのかなと思うんですけど、ちょっとフルーツっぽい香りもして、でもやっぱりイメージも外観からグリーンな印象があるんで、グリーンフレーバーとか、ちょっとハーブっぽいような香りとかもあって、複雑性があるんですよね。やっぱしっかりとやっぱこのテクスチャーがいいんですよね。すごくこの舌触りっていうか、口に含んだ時の滑らかさっていうんですかね。ワインだとシルキーとかそういう表現もある、ビロードっていう表現もあるんですけど、すごく滑らかです。よくピノノワールとかの高級なピノノワールとかによく使う舌触りのテクスチャーですかね。それが、あって、で甘み自体はあんまりないんですよね。もともとそうですよね。別に糖分があるとかではないでしょうから、でもなんか柔らかいっていうんですかね、ソフトでまろやかなこうアタックで細かいテクスチャーの綺麗な舌触りと、やっぱ飲んだ香りで取った時の風味が余韻にこう広がっていくような感じがあって、でワインもそうなんですけど、飲んだ時のアタックと中盤余韻みたいなのがあるんですけど、ちゃんとそういうのがこう感じられる。アタックから柔らかくて、で風味が広がってきて、でやや余韻にかけてコクが出てくるような印象ですかね。これ合ってるのかどうかっていうか、自由にこの間のコメントもさせていただいたんですけど、あと余韻が長いですね。やっぱね、風味が長いんで続いていくんで、すごくこうおっしゃったように、杉さんおっしゃったなんかこう精神的ななんかこう落ち着いてくるっていうんですかね。なんかそういう効果もあるなっていう感じがしますね。はい、続いて、シングルオリジンの商品を召し上がっていただきたいなというふうに思います。こちらも京都産なんですが、和塚町というところ、宇治に近いところなんですが、そこの農家さんの単一品種、単一ヴィンテージ、本当単一農家っていうところで、
しかもこの農家さんこの商品に関しては無農薬無施肥で作られてます。なので本当にこうテロワールといいますか、その土地で作られた味がダイレクトに伝わるような、そんな商品になってるかなというふうに思います。シングルオリジンです。ぜひ召し上がっていただければと思います。品種は何て言われるんですか？奥緑という品種です。奥緑っていう品種。はい。結構煎茶とかでやぶきたっていうのがすごく有名なんですけど、静岡とかから始まっているところなんですが、この奥緑は京都でも結構多くて、名前の通りちょっと収穫のタイミングが奥ってちょっとずれて後ろになってるっていう。奥手みたいな感じですかね。そうです。奥手の奥ですね。まさにそうです。収穫が遅いっていう。それによっての個性が出てるってことですか？少し個性違いますし、あと農家さん的にはこう収穫をずらしながらこう作業を楽にしていく。なるほど。早いやつ、普通のやつ、遅いやつを組み合わせて、そういうその作業を一気にしなくてもよくして。確かにそうですよ。品種個性とかなんかあるんですか？そういう。そうですね。色がすごく鮮やか。色もやっぱ違うんですね。コクがあったりっていうのはあります。ただこれも農家さんによっても結構違ったりはするので、一概に奥緑は絶対こうって結構言いにくいのがワインと少し違うんですけど。共通点は別にあれなんですか？香りの特徴とか。この色味のところの特徴は結構鮮やかな緑が。緑、奥緑。で香りになんかこういう香りが出やすいとかもあるんですか？そこもぜひ聞いてみたいなっていうところですね。どうですかね。決まってはないというのが。もともとだから本当感覚ですよね。だからそういう意味では。品種を当てるとかもあるんですかね、今後。インストラクターできたら面白いですね。資格で。ワインではあるんですもんね。ワインはありますよ。色がこうなりやすいとかもねありますし、あとこういう香りが出やすいとか、あと品種でアロマティックとかニュートラルみたいなのあるんですよ。香りが少なめとか香りが出やすい品種とかもあるんで、ワインだとこうやって香り取った時になんか控えめな感じだなとか、あとわーっと向こうから来るとかで結構品種の個性が違ったりとか。僕はだからもっとなんか清涼感がある感じがこれはしたんですよね。なんかよりなんて言うんだろう、レモングラスみたいなというか、そういう少し柑橘というのか、そういうフレーバーをちょっと感じたんですよ。これは分かんないですよ、本当に感覚的なもので話してるんで。ただベースはやはりグリーンな清涼感とかこう爽やかな印象の香りがあって、で深みもあるんですけど、もうちょっとなんていうんですかね、フレッシュというかそういった印象が感じられたかなと、これに関しては思います。見た目は本当にグリーンの美しい色合いで、今日これ黒い器だからよりはっきりで、器によってもあれが変わりますよね、やっぱりね。印象が変わる。色調のあれですよね、カラー効果あるじゃないですか。はい。料理とかもそうですけど、黒いお皿でお肉出すと旨味が出てきて、白いお皿で出した料理はちょっと甘みが感じられたりとか、なんかそういう効果ってあるんですけども、そういうのもこれだから黒だからちょっとそれの印象もちょっと入ってるかもしれないですけど、飲むまでのうんちくが長いですよね、だから面白いですよ。なんかいろいろ考えてるんですよね。美味しいです。で、美味しいですだけでは多分ダメなんですけど、たまになんかワインの雑誌の取材とかで美味しいですとか言ったらどう美味しいんですかとか言われるんですけど、なんか言わないとねやっぱいけないんでお願いします。で、やはり最初のこの泡すごくいいなと思ってまして、よりきめ細かいですごくこう緻密って言っていいのがあるんですけど、すごく細かくて滑らかで、シルキーにやっぱ近いんですかね、ワインでいうと。すごく目が細かくて綺麗にテクチャーにこう入ってくる感じがして、で余韻にかけてね、苦いという言葉のねお話がありましたけど、その苦いが悪いことじゃないと僕は思ってまして、コクを与える苦味っていうのが、余韻の方に入ってくるんで、前半はすごく滑らかに清涼感のある感じでこう入ってきて、で綺麗なテクスチャーと、でフレーバーにそのグレインフレーバーとか若干柑橘っぽいニュアンスとか、新緑とかそういう話とかもありましたけど、ハーブのニュアンスが入ってきて、で余韻にはややこう滑らかさの中にコクを与える苦みがあって、でなんかまっすぐこう続いていくようなっていうんですかね、ストレートにこう入ってくるような感じが、これに関してはこのワインって言いかけましたけどこの抹茶に関しては、思いました。
ありがとうございます。余韻はね長いんですよやっぱいずれにしろ長いんで、そういうのもやっぱりこうクオリティの高さっていうんですかね、とかあとやはりこう気持ちがこうスーッと落ち着いてくるような感じがするんで、一口のやっぱこう凝縮感もやっぱ十分にあるなって感じがしますね。はい、ありがとうございます。順番としてこのブレンド合組されたブレンドのプロダクトからこちらシングルオリジンっていう風にこう伸び比べていただいたんですけど、その辺の対比とかっていうのはどうですか？ありましたか？あれですかね、2種類連続で飲むっていうシーン結構あるんですけどね、抹茶って。ですね、あんまりないですよね。多分渾身の一杯を朝飲んでとかそういう感じですか？そうですね、はい。でもなんか日によって分けるとかもあるかもしれないですよね。こっちの方がね、僕はですよ、これちょっと合ってるのかあれなんですけど、本当に思ってる通り言ってるんですけど、なんかクリーンな感じがしてまっすぐ飲めるような感じなんですけど、で先ほどいただいた方はシグネチャーなんですかね。なんか横に広がるっていうんですかね、ゆっくりこう広がっていくような感じがあったなっていう感じですね。連続で飲むのかはちょっと分かんない、そういうシチュエーションがあるかどうか分かんないんですけど、キャラクター的にはこっちを先に飲んで、シグナチャーの方を後に飲む方がいいのかなっていうキャラクター的にはですね、なるほど、しましたね。あとはどうですかね、朝に飲むもんだとは思うんですけど、こっちの方がなんか朝っぽいってより朝に飲むような感じはしましたかね。シグナチャーの方がなんか午後の時間帯とかに飲んでいくような、なんか広がりとかそういうゆったりした感じっていうんですかね、コクというかそういうのがあった感じがします。ありがとうございます。はい、合ってるかわからないですけど、合ってるかっていうか自分が思った通り言ってます。大丈夫です。ありがとうございます。では続きまして、我々全球抹茶のもう一つの商品宇治ラテブレンド、こちらを飲んでいただきたいなと思います。こちらなんですが、こちらも京都産宇治産です。で、先ほど同様もちろん石臼引きの一番茶っていうところでトップクラスの茶師の方にこちらもブレンドしていただいてます。でこれを作った思いとしては、海外の方中心に結構ラテで楽しまれる方っていうのが増えてきてます。でラテっていう時に日本だとこう牛乳がメインなように思われる方多いと思うんですけど、海外の方って牛乳がむしろマイノリティな国も結構多くてですね、オーツミルクだったりアーモンドミルク、ソイミルク、ピスタチオミルクみたいな、こういう本当に多種多様なミルクを使って楽しまれている方が多いです。で、先ほど召し上がっていただいたような、シグネチャーブレンドとかああいう最高級品を使っていただくのももちろんいいんですが、結構こう繊細さだったり複雑さがミルクとこうぶつかった時に飛んじゃう、あんまり感じれなかったりっていうのが、正直あるかなと思ってます。でこちらは薄茶でも美味しいし、ラテにした時でもこのどのミルクとも調和できるようにうまいバランスになるようにっていうところを追求して合組ブレンドしていただいてます。まずは薄茶で、ミルクで割らずにそのままストレートで召し上がっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。一応あれですよね、ミルクを入れる前提ではあるってことですよね。そうですね。ただどちらでも楽しめるっていうところは追求してます。どういう観点があれなんですかね。ミルクどういう作りっていうか違いとしての、端的に申し上げると抹茶としての味の強さっていうのが必要かなと思っていて、そういうアーモンド風の味とかオーツの味とかっていうのが来るので、そこに負けないだけの抹茶の強さっていうところを追求してます。ちょっとシンプルってことですかね。でもそこまで繊細に細かくこう取るっていうよりはやっぱ混ざってくるわけだから、はっきりしっかりしててっていう感じですかね。はい、おっしゃる通りなのと、あとご感想はご自由にお伺いしたいんですけど、僕らとしてはさっきおっしゃってたように苦いのが必ずしも悪いことじゃないってあったじゃないですか。コクを生んだりとかっていう、やっぱり抹茶の味を強く割っても出すってなると多少の苦みはあった方がいいかなっていうのは我々思ってまして、もちろん強い苦みではないんですけど、だし嫌な苦みではないんですけど、その抹茶本来の苦みっていうのを少しは出してあげることで抹茶とこうバッて混ざった時にもその強さが出るようにっていうふうにしてます。美味しいですとか言ってありがとうございます。でもなんかおっしゃるように
ストレートな感じっていうのかな、こうはっきりとやっぱグリーンフレーバーがしっかりしていて、複雑性がないってわけではないんですけど、抹茶らしいというのかな、なんか抹茶らしさっていうのがいわゆるグリーン風味があったりとか、そのお茶らしいって言ったらいいですけど、その味が、あとは香りもなんかすごくまっすぐに入ってくるような感じっていうんですかね。先ほどの2つの方が香りのなんか種類でいうと結構あったのかもしれないですね。いろんなこう種類があったとして、こっちなんかもっとまとまりのあるグリーン、コメントだと例えば僕ケールとか例えば菜の花とか、そういうコメントも出したんですけど、グリーンなそういう植物的アロマとか、そういうものがものすごくこう詰まってるような感じがするなっていう感じはしています。で飲んだ時もまっすぐただね、苦味自体はさほどこう強く感じずに、よりクリーンな感じが個人的にはしていて、こうゆっくりなんていうの、前半中盤後半で先ほどちょっとコメントしたんですけど、それっていうよりはもう最初から味わいっていうか抹茶の味がストレートにボンと入ってきて、でそれがぐーっとこうそのまんま続いていくような感じっていう、ある種分かりやすいというか、いい意味でこうシンプルな感じもしました。はい、ありがとうございます。はい、では続いて宇治ラテブレンドですので、ラテで召し上がっていただきたいなと思います。今回はアイスラテにさせていただきます。でミルクが先ほどお話があった中で海外ではかなり主流なオーツミルク使わせていただいてます。でこちら片口茶碗ですね、こうちょっと口があるような、こちらで実際さっきと同じように立てさせていただいたものを注いで完成となります。すごいですね、綺麗ですね。ありがとうございます。結構この辺がやっぱり SNS で話題に、このグラデーションとか鮮やかな緑が、これで人気に火がついていて、ちょっとフォームもあるので、フォームが上に乗るのがいいですね、綺麗に。なんかすごいです。これフクロウみたいな。本当だちょっとこっち側これすごいですすごいですね、グラデーションで。本当だ。狙ったんですか？いや狙ってないこれすごいですよ。ちょっと見てもらいます。フクロウみたいになってます。鳥なんか、ちょっと崩れちゃいました。すごい。はい。なんか上に絵が描いたりとかできる。ラテアートもできますね。できそうですね。はい。グラスもいいですね。なんかこれ専用グラスとかそういう感じでもないんですか？大きさ的にちょうどいいのがこれ。そうですね。このサイズ、大きさで。どの大きさでいくのかも結構重要。なんかサイズ感いいですね。ありがとうございます。で抹茶もさっきまで2グラムぐらいだったんですけど、今回3グラムっていう、やっぱりそのブレンドすることを考える、混ぜることを考える、少し強めに出るようにしてます。であんまりこのアイスのラテ香り取る人はあんまりいないかもしれないですけど、やっぱね、いい香りするんですよね、立ち上がってきてね。そういう風にしないんですか？このアイスラテで香り取るとかあるんですか？いや、あんまりそういう文化ないですか？あんまり見なくてでもルールは全く定まってないので。でもコメントの時はやっぱ香りいるからあれですよね、入れましたもんね。でもこの段階ではもう抹茶の香りですね、やっぱ。まずは香りとしては。美味しいです。お決まり。ありがとうございます。ミルクが下からこう入ってくる感じがいいですね。香りを取りながら抹茶の方こうね、グリーンな感じの、フレーバーがありつつで、そしてこう飲んだ時にこう下からクリーミーな感じがこう入ってきて、よりまろやかで、まろやかさと清涼感のバランスがすごくいいなと思いますね。クリーミーさとオーツミルクやっぱ人気というか海外だといいですかね。もちろん牛乳でやってもいいんですよね。いいです、でも個人的にはオーツミルクあんまりだから飲んだことなかったんですけど、いざラテ作ったら美味しいなと思って、個人的には牛乳で作るよりも好きで。牛乳、確かに牛乳だともっと主張するんですかね。ちょっと強いかもしれないですね。抹茶を生かすっていう意味ではこれが良さそうですね。
いい意味でのその植物感みたいなのがこう生かされてる感じがして体にも良さそうなんかそういうで染み渡ってくるんですけど、やっぱね飲んだ時のクリーミーさが加わったことで、でもね抹茶の味は常にこう主体にあるなって感じがする。それがいいです。バランスですかね、やっぱね、量のバランスでしょうね。そのグラムの量も違うんでしょうし、で僕やっぱ泡好きですね。この泡の感じがすごくあって3層になってるんですね。3つにこうなっていて、でなんかこういう風に飲んでると味もなんか薄まらない感じもいいですね。飲んでいって溶ける感じとかもあるんですが、氷がいいかなあと、はい、いい氷使ってるから、はい、勝ち割りですね。やっぱりね勝ち割りでやるっていうのがね、美しいしね見た目も。はい、ありがとうございます。で温度もそうか、ホット版もあるんですか。ホット版も作れるんですが、はい、まあ季節柄っていうのもありますし、海外もアイスの方が多いですかね。やっぱり東南アジアの国々とかそういったところも考えると割とアイスの方が楽しまれているイメージがあります。ホットは先ほども召し上がっていただいた薄茶とかああいう形でストレートで飲むっていう形の人が多いですね。まあ夏だからってもあるかもしれないですけど、この間のドイツ行った時も抹茶がカフェとかで本当ですか、看板が置いてあってちゃんとで、やっぱアイスで飲んでる方が結構いらっしゃって、まあ季節的なところもねもちろんあるんですけど、海外の方にもやはりね人気ということで、なんか日本らしさもあるんですかね。この風味が海外ではあんまないっていうか、そのハーブの感じともまた違いますもんね。そうですね。例えば、はい、美味しいですね。少し混ぜてみてもいいですか。そうなんですね。はい、今層になってるのでちょっと崩しちゃうんですが、ちょっと混ぜても少し味が変わるかなと思います。また色味もこう混ざって、なんか可愛くなりましたね。なんか見た目なんか混ざって色が変わってきて、なるほど。これって2段式でやるんですか実際は。もうすぐ混ぜちゃう方も多いですし、楽しみ方は自由なんですが、提供する際はもう層になった状態で出して、あとはお好きに召し上がっていただくっていうことが多いかなと。ウイスキーとかでフロートしてるやり方あるんですけど、トワイスアップって言って上にウイスキーって浮くんですよね。比重でその水割りでも後からこういう風に入れると、であれって結局なんか最初飲んでるとウイスキーの味が強くて上にあるから、でそうすると氷と水でこうやってこう混ざっていくんですよね。で最終的に薄くなっていくじゃないですか。だけどアルコール感が下がってきて最後のアフターが優しくなるっていう、最初にストレートの味を飲んで、で混ざることによってだんだんロックのような味になってきて、最後水割りの味で終わるっていうやり方があるんですけど、なんかちょっとそれに似てるのかなってちょっと思いましたね。最初にあれですよね、だから抹茶の風味がわーっと強くなってきて、で今、混ぜていただいたんですけど、動かしていくと多分上下によって混ざりますよね。はい、で最後ね結構、こうするとミルクの味がやっぱしっかり出てきて、なんか味の変化がやはり楽しめるっていうのはいいかもしれないですよね。ワインとかもそうなんですけど、最初の印象と、エアレーションしていったりとか、あと温度が上がっていくと香りとか味が変わっていくんで、なんかそういった変化も意識するとより楽しめるかなと思いましたね。はい、ありがとうございます。最後ちょっと伺いたかったのが、こうお砂糖とか、ガムシロップとかどう思いますか。ここに入れるっていうのは、楽しみ方は自由だと思うんですが、またこう広がっていくのか。好みにもよるんでしょうけど、入れなくていいかなって私は思ってますけどね。個人的にはなんか素材の味をそのまま出したいかなっていうのはありますかね。めちゃくちゃなんかドライだったりとかするんであればありですよね。例えばコーヒーとかもストレートでちょっときついんでシュガーを入れる人もいるし、ワインだと砂糖は入れないんですけど、基本的にシャンパーニュとかだと最後ドザージュって言って糖分添加もあるんですけど、あれって糖分が二次発酵によって完全にドライ化しちゃってるんで、最終的に門出のリキュールって言ってちょっと甘さを足すんですけど、そういう風な観点かっていうとそうじゃないかなと僕は思ってまして、でなんかねちょっと甘さもあるのかなと思うんですよね。ミルクの甘さとかもあるんで、このまんま素材の味飲んでいただきたいなっていうふうに思いますね。はい、ありがとうございます。最後は
ほうじ茶パウダーを召し上がっていただきたいなと思います。我々全球抹茶3種類の抹茶召し上がっていただいたんですが、最後はちょっと違ってほうじ茶になります。でこれは、京都の宇治産のほうじ茶なんですけど、玉露に使われる、玉露って緑茶の最高級品なんですが、そこの玉露のために作られたお茶っ葉の茎の部分、茎ってすごくうまみが強いんですよね。これをほうじて火を入れて作ったほうじ茶をパウダー状に粉砕しています。で作り方は抹茶と同じで、この茶筅を使って立てていただく。なのでこう泡もできてっていう形になります。綺麗ですよね、はい、ありがとうございます。でこれを先ほど同様オーツミルクに注いでラテの完成という形になります。ちなみに抹茶と比べてカフェインがかなり少ないので、あ、そうなんですね。夜とか火を入れることでカフェインがやっぱ飛んでしまうので、あ、なるほど、はい、かなり少なくて夜とかにもおすすめの商品になってます。では注いでいきます。すごい集中しましたちょっと綺麗な層になるかなってことで、泡がね最後乗ってくる感じがまたいいですよね。インスタとかに上げてるんですか、これも上げてますなんかこういう飲み物ってあんま飲まないなと思いました。なんかこういうなんだろう、ほうじ茶ってよくあれですよね、鉄板焼き屋さんとかで食べた後の食事のお茶で出てくるみたいなイメージで、なんか肉とやっぱ牛肉とかそういうのと相性がいい飲み物かなと思ってた、はい、あとなんかガーリックライスとかもそうですけど、なんかああいう感じと合いそうな感じで香ばしさがあってこうちょっとさっぱりするような形はあるので、香ばしいですよね本当に。あ、なおかつさっぱりも。はい、いただきます。色がいいですねやっぱり。これなんかね好きなんですよね。なんか抹茶も好きなんですけど、ほうじ茶もともと好きで、結構なんていうんだろう、香ばしさとかなんかね、それこそアーシーっていうんですかね、土っぽさとかね、コメントにも入れたんですけど、ヒノキとかヒノキみたいな感じ、なんかそういう木質的な落ち着くじゃないですか、ああいう香りって。そういうのがあって、そのままね飲んだりとかしたんですけど、それでも美味しかったんですけど、味はしっかりねしてますけど、ミルクと相性がいいですよねやっぱりね。ミルクとすごく相性が良くて、クリーミーかつなんか香ばしさがいいのかな。やっぱこの香ばしい感じって結構惹かれる。ワインでいうとシャルドネとかを樽熟成させてロースト香みたいなのがあったりとか、あと赤ワインも木樽熟成するとこうスパイス感があったりとか、ナツメグとかリコリスとかそういうニュアンスがあるんですけど、なんかそういうちょっとどっちかっていうとこうフードフレンドリーっていうのかな、食事に合わせていくにはこういう感じがいいのかなって、なんかスパイス感とか食欲をこう立てるような感じの香りがあるので、よりなんかペアリング向きな雰囲気はあるなっていう感じはしてます。でただそれが別にシーフードとかじゃなくて、もうちょっとこうお肉料理とかね、なんかそういう感じに合いそうな、ちょっと料理の話になっちゃいますけど、クリーミーさとやっぱコクとなんか土っぽいっていうのかな、マッシュルームとかキノコみたいな、なんかそういうようなものを香りとか味わいにも感じるので、独特の旨味がやっぱありますかね。なんかアミノ酸的なコクとか、苦味という意味ではそこまで強くないんですよね。どっちかというとまろやかで芳醇さっていうんですかね、柔らかさとかそういうのもあります。で香りもだからはっきりしてますし、飲んだ時の味わいのコクとかまろやかさもあるんで、なんかいろいろこう広がりがある感じはします。はい、ありがとうございます。そのままでもちろん美味しいんですけど、ちょっとこちらも混ぜて。混ぜます。少しだけなんかあれですね、これ何飲んでるか分かんない感じなんですよね。見た目でそうですよね。見た目ではカフェオレとか飲んでるのかなみたいな感じですけど、やっぱりミルクが混ぜるとやっぱ結局こうミルクが変わってくるんで、ミルクメインの方に入ってくるんですけど、
ただ最初にそのまま層になった状態で飲んでほうじ茶感を楽しんで最後こう柔らかくなるっていうかクリーミーに、最後終わっていくっていうか、これもいいですよねやっぱりね。ほうじ茶は僕ラテで飲むことあんまなかったんですけど、この間なんか試飲させていただいて結構ハマりましたねやっぱありがとうございます。普通に飲んでますね気に入っていただいてありがとうございます。はい、美味しいです。ありがとうございます。同調と補完のマリアージュっていう話があるんですけど、時に持ってないものを爆発的になんていうんですかね、補ってくれる。でもそうやって組み立てるんだっていうのはすごい、こんなこうロジカルにやるんだっていうのはすごい。